どれにする？ジンズの恋の収まり太田水月館の5個の伏線作。組み合わさることで、明るい場所暗い場所を少し隅っこ朝ごはん後、夫は設計費の見積もりの作成をしています。設計量は不透明になりがちなんですけど、項目を細かく分けて丁寧にちゃんと金額の根拠を説明することで、設計管理に対する正当な対価であるということを理解していただけるように心がけています。私は住宅の工程表の下書きを作成して、設計工程表っていうのは設計依頼を受けた時点から竣工までのスケジュール表です。規模や用途にもよるんですけど、だいたい完成まで1年半ほどの計画で考えてます。ヒアリングや大まかなプランに1ヶ月、基本設計に2ヶ月、大まかな見積もりを出してから詳細設計で2ヶ月で、ここで最終金額を出して施工会社の決定と第三者機関へ図面を確認してもらって許可が出た後に着工します。だいたい一戸建てであれば半年ほどの工期で一旦検討します。やるのは工程表と時に、こんな絵が撮れたらいいんですよ。こういう線が欲しいとか考えて。Smiley faces in the paper, counting corners till we get to any place but where I'm at. Every exit's getting louder. Gotta show you that it's nothing. すごいですね。A part of me hopes that you won't. こ
just any word, but there's a lot of it inside a head. If I knew how, I'd let you have it. In the halo of the street lights, stomach turning like a rerun. Lucky girl, he's so attentive. If only you had tried to let him know anything at all. How could he ever see the signs if there's none of them around? Part of me wants you to see, a part of me hopes that you won't. Look in the mirror to find me, window crying in the car home. 今日は天気も悪くて集中できないのでカフェに行って打ち合わせのための作業をします。私たちの方から私たちのできる範囲でこういうことができるよっていう、ビジュアル化っていう点においてはもうパースだけじゃなくて、例えば平面とかちょっとこう斜め上から見たこう立体の、あまり普段ちょっと見慣れてないので、はい、どういうのがあるんだろうなってちょっと、はい、めっちゃ楽しいですねこれ。可愛いですよね。めっちゃいいですね。引き続きよろしくお願いします。お願いしあります。がとうございました。お時間いただきました。ありがとうございありがとうごます。ざいました。髪の毛をオレンジにしてもらいました。前に買ったロナンブルレックのこれポスターなんですけど、特注サイズの額縁が届いたのでやっと飾れる。こっちの部屋がリビングとキッチンが一緒になってるんですけど、キッチンとリビングのこの機能をうまく分けられたらいいなってずっと思ってたんですけど、なんか木製のパーテーションとか考えてみたんですけど、結局カーテンが一番いいんじゃないかなと思ってカーテンのサンプルをたくさん。この部屋の小物が結構黒が貴重なことが多いので、黒に合う色でこれだけ集めてみました。これサンプルって小さい面積で来るので、サンプルを見るときはこれよりも1段階明るいものと想定して見てみるとすごくいいです。広い面で来ると小さいものよりも明るく見えたりします。最初取り寄せたのがこれなんですけど、思ったよりちょっと明るいかなと思って、サンプルでこれだけ明るいとなると結構明るいかも。でたどり着いたのがこういう朝のカーテンなんですけど、
け感がすごくいいなと思って、2枚重ねると透けるところもありつつ透けないところもありつつ、そんな感じで部屋を仕切っていこうかなと思います。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はお時間いただきありがとうございます。よろしくお願いします。まずは設計を依頼いただいてありがとうございます。依頼いただいたからには必ず納得のいく素晴らしい家を設計しますんで、はい、そこは安心していただいて、あとは現時点から実際やった場合にざっくりもう引き渡しまでのスケジュール感についてこれから設計をしていくっていうことで、いつも始める前にですね、ヒアリングシートって言って、今どういう住まいを描いているかとか、どういう生活されているかとか、そういったのを簡単にアンケートっていうかインタビューみたいな感じで表みたいなところにちょっと入力いただいて、それをもとに初回直接お会いして打ち合わせするっていうことをいつもしてまして、表のご説明したいなっていうところと、最後に設計管理料の積もり金額についてのご相談っていうのがお話ししたいことになります。この上が小学校入るまでに家が建って引っ越せればいいから、多分まだ余裕があるのかなって思ってる。じゃあ逆に、そんなに急いではないっていう感じですかね。急いではないけど、やっぱ最近の世界そうですね、情勢で上がってくるって言ったから、もう早ければ早いだけいいのかなみたいな。そうですね。あとは土地を購入した後にその土地に対する固定資産税とかその都市計画税とかもかかってくるとは思うんですけど、その辺も家が建てば6分の1に減額されたりとかそういうのもあるんで、土地だけずっと持ってるよりかはもう決まっちゃっているならば早めに建物建てるのはいいと思います。